はいどうも、ヒューズの山根と、ゆうしげです。もういよいよ明日開催されますね。はい。絹田正幸個展ですよ。始まりますね。始まりますね。待ってましたって感じですけど。はい。前回ですね、はい、絹田さんに関してですね、はい、もうざっくりとしたイメージをですね、お伝えした動画をですね、はい、アップしたんですけど、はい、皆さん見てくれましたでしょうか。見てない方はですね、前回の動画ぜひね、見てもらいたいですね。なので今回のこの動画では、はい、明日から並びます絹田さんの作品をですね、はい、ご紹介していきたいと思います。前回はですね、絹田さんがどうやって作っているかというか、はい、どういう作品かっていうね、イメージをお伝えしたので、今回より詳しくご紹介していきたいかなと思います。じゃあ今回はアートが細かく見れるですね。そうですね。前回全然ね、作品自体は触れてなかったので、そうですね。今日はね、見ていって、はい。で、より見てもらったらですね、はい。この個展がですね、楽しみになるんじゃないかなと。確かに。なってほしいなと思ってます。はい、僕らもですね、結構テンション上がってるんで、はい。そのね、感じと、あと、絹田さんのこのモチーフ、作品をですね、はい。ぜひね、見てもらいたいということで、早速ご紹介していきましょう。それではぜひ最後までお付き合いください。どうぞ。作品をですね、ご紹介していくんですが、はい、というよりも、明日から開催される、個展のですね、はい、全貌をですね、ご紹介していく感じですね。どういうのが並ぶとか、そうですね。どんな感じかっていう。そうな感じですね。はい。なので、今回ですね、福岡市では初となる、絹田さんの個展ということもあってですね、はい。新作がですね、はい。並んじゃいます。ずらっと並びますね。ずらっと並びますよ。絹田さんがですね、はい。作る、もう新しい動物たち、もう本当に楽しみですし、はい。それと同時にですね、ギャラリーアッシュ、はい。当店でもですね、初のですね、アートといいますか、はい。並びますので、個展を開催させるのでですね、絹田さんのね、作品、一番アイコンといえばってやつですね。はい。猫ですね。それもですね、同時に並びます。はい。こちらはですね、猫に関しては新作ではないんですが、やっぱり絹田さんといえば猫っていう感じもありますので、はい。当店のですね、リクエストで用意してもらいました。一番印象的ですもんね。そうですね。ここにですね、もうずらっと並んでるんですけど、はい。もう並んでるというかもういますね。存在してる。存在してますね。はい。もう本当にその猫をですね、今回ね、用意してもらったんですけど、はい。どうですか？前回ちょっとね、2匹ほど、はい。ご紹介とか見てもらったんですけど。前にいましたもんね。はい。今回はもう何匹ですか？6匹います。6匹ですね。子猫から大人まで。猫勢揃いですね。で、やっぱり絹田さんの作風といいますか、はい、この作品についてはですね、ちょっと前も触れましたけど、はい、猫がですね、なんていうんですか、一番わかりやすいと言いますか、動物の動きとか。そうです、動きとか、絹田さんらしさっていうのをですね、はい、感じられるのかなと思います。例えばね、どこかと言いますと、やっぱり猫の表情とか、はい、リアルな動き、はい、一瞬を切り取ったっていうことも言われたんですけど、はい、この辺の感じとか、ポージングと言いますか、はい、この表情なんて、あとこの顔の向きとかですよね。はい。絹田さんの人形、もう手作業でしか作れない。そうですね。絹田さんだからできる作品ですね。大きさもあれですね。大きさに対してのこのポージングだったりとか、はい。いろいろどこに置くのかなとか、考えさせられますね。確かに考えたくなっちゃいますね。リアルな猫の大きさぐらいですもんね。そうですね。確かにもうこれとかリアルですね。はい。やっぱり歯切れのこの質感、毛並みを表現するのに、やっぱりこの生地の歯切れを使うっていうところで、これすごいですよね。これ本当すごい質感が伝わるっすよね。そうですよね。近くで見れば見るほど。この生地自体もですね、すごいこだわってる、デッドストックの生地だったりするんですけど、はい、それをですね、つなぎ合わせて、これをどこにどう使うかっていうのも考えてるんですけど、はい、すごいですよね。その、なんていうんですか、裏側というか、どうやって作ってるんだろうみたいなのを考えるのも面白いです。それも作品の魅力ですよね。そうですね。なんで僕、人形たち、はい、この子たちを、はい、ちょっと撮影とかね、はい、したんですけど、はい、ちょっと見つめ合っちゃいましたもんね。考えました。考えました。どんな感じで作られたんだろうみたいな。この子たち、どこがね、一番輝くんだ、どの角度が輝くんだろうみたいな。そうですよね、はい。どういう思いで作ったのかっていうのも、やっぱ大事ですからね。で、気づいたんですけど、どの角度でもよかったです。どっから見てもいろんな表情、いろんな発見があるんですよ。はい。その感じがやっぱりすごいなと思いました。確かに。そしてですね、はい、今回こちらの猫たち、はい、もちろんですね、明日から開催される個展で展示販売されます。はい、もちろんこれ
一点物ですので、それぞれ世界に特別です。1体ずつしかない。そうですね。前回からですね、皆さんお値段気になってると思うんですよ。はい、思うんですよ。なので今回ですね、ざっくりとしたね、お値段をお伝えしようかなと思います。で、詳しいお値段に関しましては、明日からですね、同時にオンラインサイトでも発売しますので、キューズのですね、そちらでですね、掲載しますので、で、そちらを見てもらえればなと思います。で、お値段に関しましては、金田さんの作品たちはですね、サイズによってざっくりとしたお値段が決まってますので、これからですね、猫以外をご紹介するんですけど、その感じでですね、イメージしてもらえればと思います。で、これぐらいのですね、前2つのこの小さい猫たち、このサイズ感に関しては10万から15万円ぐらいですね。なるほど。はい。このぐらいのですね、この中くらいの大きさに関しては15から20万ぐらいですかね、になる予定ですね。あと、一回り大きい、この大きい子たちですね。この子たちは20万から30万円ぐらいですかね、になる予定ですね。あとですね、この子たちとはね、さらに大きい。かなり大きいやつがいますね。これよりも大きい、拡大があるんですけど、そちらはですね、30万以上、40万いかないぐらいいくかなわかんないですけど、それぐらいかなって感じです。なので、その辺のですね、詳しいお値段に関してはですね、ぜひね、明日からのオンラインサイト見てもらいたいと思うんですけど、金田さんのね、作品たちは、それぐらいのお値段のイメージっていう感じです。結局作品が大きくなればなるほど、手間と時間がかかるってことですよね。そうですね。すごそうですね、手間と時間。やばいと思う、ぐらいとかは。そうですね。本当もう、それに関しては、大きな大きいのね、どれぐらい時間かかってるかちょっと聞きたいですね。本当ですね。それも聞いてみたいですね。費やした時間とね、その値段が比例しちゃうんで。アイコンの猫たちね、もうどれもですね、いいですし、やっぱり一点物なので、もう皆さん、もう本当にお早めにっていう感じです。そして、もういよいよですね、明日から開催されます、金田さんの個展で発表される新作たちを見ていきましょう。ここからは、金田正幸個展でですね、発表される新作たちですよ。こちらの犬、そしてリスザルとチンパンジーですね。あと大きさに関しては、このチンパンジーとこの犬は犬種は何ですか？ブルドッグじゃないですか？ブルドッグですか？多分ですかね。サイズ的には大って感じですかね。この2つは小さいサイズですかね。そうですね。ただこの犬2匹はなんか一緒にいるからこそいいぐらいの感じありません？親子な感じがありますもんね。そうですよね。なのでもしかしたらセット販売かもしれませんね。かもしれないですね。そうですね。その辺はちょっと詳しくはね、明日決まると思うんですけど。そうですね。ワンちゃんもまた作りが可愛いんですけど細かいですもんね。細かいですね。舌だったりとか、この尻尾のところ巻いてるというか、くるってなってるところとか。そういう細かいところで可愛さを感じるんじゃないかなっていう気がしますけどね。確かに。このね、犬、ワンちゃんたちもそうですし、このチンパンジーとリスザルもそうですかね。やっぱり猫にはない、やっぱりこの体のね、動きといいますか、曲線美があるので。そうですね。この4足で歩いてる感じとか、この指とかもすごいですよね。そうですね。この指っていうか、この手のこのフックというか曲がってる感じ。関節の感じとか。この辺が面白いですよね。このリスザルもね、犬もそうですけど、尻尾、この尻尾巻いてる感じとか、あと表情とか、この大きさも可愛いですよね。耳とかもちゃんとこのピンクで色が分かれてるのもいいですね。いいですよね。僕ね、特にこのチンパンジーの表情とか好きなんですよ。それ可愛いですよね、確かに。可愛いですよね。何考えてんだろうみたいな。その感じが。でも、木田さん、その作品作りで結構表情可愛いって言ってもらったら嬉しいって言ってましたけど。そうですね。シンプルに見て、純粋に可愛いと思うっすもんね。可愛いと思いますもんね。あとはそれぞれね、これ、なんか色合いもやっぱりいいですよね。考えられてますよね。そうですね。この継ぎはぎというか、部位ごとによって色が違うんで、よりリアル感が出てますね。そうですね。リアルで模様といいますか、その感じも出てますし、すごいなっていう秘密だなと思いますね。って感じで、じゃあ次行きましょうか。そうですね。どんどん行きましょう。続いては、バードです。鳥さんシリーズ。鳥です。もうこちらのね、カラス、そして鶏ですね。鳥に関してはもう今にも飛び出しそうな、羽ばたきそうなやつと、飛んでますしね。もうカラスらしいこの顔の向きのやつと、この鶏に関してはこの色合いですね。いやもうリアルですよ、本当に。リアルですよね。もうこのカメラ目線。見てますよね。見てますよね。で、やっぱりね、この羽の感じとかもですね、手縫いでやってるからこそのね、レイヤー感だったりとか。そうですね、この羽毛というか、ちゃんとやっぱ本物の感じの質感に見えますよね。そうですよね。羽のね、この立体感とか、すごい質感がやっぱりしっかりしてるなっていうのはあります。
はい。ということで、急に絵面が変わったのでびっくりしてるかもしれないんですけど、山根さんがですね、今お客様が来られたので、そちらに対応中ということで、ここからは僕が一人でですね、このカラスをまずご紹介していこうと思います。で、カラスなんですけど、カラスはですね、うちのブランドで言うと、幼児だったりとか、アンドムルメステルとかですね、すごい2階のブランドと印象がすごいマッチするので、僕は個人的にこのヒューズでカラスおすすめだなって思ってるんですけど、このカラスとかですね、最初に今にも羽ばたきそうなって言ったと思うんですけど、この羽の感じとか黒いんで伝わりづらいかもしれないんですけど、近くで見るとすごくリアルなんですよね。羽のですね、この骨の部分とかも入ってますし、あとこのくちばしのところとかも質感を変えてるので、すごいこの黒でも立体感とか質感が伝わるっていうのがすごくいいですよね。で、この大きいカラスに関してはですね、首の向きが少しユニークな向きしてると思うんですけど、実際のカラスって後ろ向き向いて羽づくろい、毛づくろいっていうんですかね、とかをしたりするので、これもリアルな動きを再現してると思いますね。で、カラスに関してはですね、幼児や妹とかが好きな方にとっては、幼児のですね、本とか持ってるんだったら、その隣に並べるとですね、結構家の全体の雰囲気が上がるというかですね、個人的に自分の満足感を増すでしょうし、生活全体の QOL が上がるんじゃないかなって思うような作品ですね。で、鶏見ていきますが、鶏はですね、本当にこの僕のカメラで言うと、フォーカスがこっちの顔に撮られるんじゃないかなっていうぐらい顔の作りがリアルなんですよね。ここのトサカの部分とかも真っ赤ですし、くちばしとかも細かい作りをしてるんですけど、本当に忠実に鶏を観察して作ったんじゃないかなって感じがしますよね。僕は個人的にはリアルな動物の佇まいというか、本当に再現性が高いなと思ってるんですが、顔とかを見てもらうとですね、ボタンとかの表情で目を作ってるんですけど、そういうところを見ると絹田さんの作品だなって感じがしますよね。で、絹田さんはですね、この作品たちを作るときに、本物じゃないのに本物っぽいっていうところを大事にしてるって話してたので、まさにそのですね、質感を感じることができる作品だなって気がします。以上、絹田さんの鳥シリーズでした。では次に行きましょう。はい、山根さんが戻ってきました。すいません。あれ、カラスと鶏が変わってますね。もう終わっちゃいましたよ。本当ですか？僕が話しちゃいました。すいません、なんか。いや、カラスおすすめだったんで。藤助さん、おすすめの。だから鳥、僕おすすめだったんで結構話しちゃったっす。本当ですか？はい。ありがとうございます。いえいえ。でも、こちらね。はい、次です。僕おすすめの、ラビットです。ラビットヤモリです。ヤモリ。はい。はい。このね、ウサギに関しては、こちらもね、大と。これ、ショーですかね。ショーと思いますけどね。わからないですけど、2つのね、ウサギ。そして、ヤモリですね。そうですね。かわいい。僕、ヤモリって言いましたけど、ヤモリですか？トカゲですか？トカゲ、ヤモリ。どっちでしょうね。どっちでしょうかね。はい。でもこれ面白いのがですね、引っ掛けられるんですよね。そうですね。後ろに紐がついてるというか、引っ掛ける部分があるんで。壁に沿わせれるっていう。なので、本当に壁、もう棚じゃないですよ。壁面に、絹田さんの作品を飾れるんで。そうですね。ここ辺に引っ掛けて、リアルにいるみたいな感じができますもんね。面白いですよね。置くだけじゃないっていうね。あと、で、この、ウサギちゃん。ウサギもですね、このちっちゃいやつに関してはね、このお尻の感じとかね、この尻尾もそうですし、頭が大きくて胴体はちっちゃい感じとか。そうですよね。ちょっとこのキャラクターっぽい感じが、おさ可愛いなっていうと、あと耳のね、色にも違ったりとかするのと、あとはこの大きさのやつですね。アリスに出てきそうなウサギだなって思うんですけどね。なんか個性的ですよね。そうなんですよ。実際のウサギではない。なんかおとぎ話に出てきそうな雰囲気を持ってますよね。いいですよね。ちょっと僕からしたら野生の強そうな感じ。強そうな。凶暴そうな感じがかっこいいなと思って。生き生きしてる感じですもんね。そうです、そうです。目の感じとかね。他の動物たちだと違うね。そうですね。視線を感じますよね。確かに耳も立っててちょっと怒ってんのかなって感じもします。そうですよね。木戸さんのインタビューで出たんですけど、なんか夜勝手に動き出しそうな。トイストーリー的なイメージとしては。人形がいいなっていう、作れればいいなってなんじゃないですか。その感じ、まさにかなっていう。そうですね。なんか狙ってる感じがしますね。いつ動くか寝て起きたらちょっと近づいてるみたいな。そうですね。そこはね、もうそこでちょっと怖いなと思いながら、可愛いな、みたいなのを思っちゃうよ。確かにそのバランスがうまいですね。怖いけど、リアルだけど、ちょっと可愛くもある。そうです。愛らしい感じがいいです。僕はね、この3つ結構おすすめなんですよね。そしたら、最後ですか。最後です。特大シリーズ。そうですね。もう、
これはもうね、この画面見てもらったらね、はい、インパクト大のね、この感じ、大きさ伝わると思うんですけど。はみ出てますし。はみ出てますよね。顔も多分隠れてるんですよ、僕。はい。もう特大のサイと象です。はい。まあ、象に関してはですね、これ親子象ですかね。そうですね、小象もいますね。小象もいますね。まあ、これに関してはもう大きさじゃないですか。もうこの存在感ですよね。はい、この存在感。で、最初にも言ってましたけど、この大きさを作るのにどれぐらいの時間がね、いや、確かに費やされてるんだろうっていうのもね、はい。想像できないですしね。もうだって一枚一枚この布ですもんね。そうです。で、ちなみに、まあ、サイと象なんですけど、大きさ通りね、ちゃんとね、重さもね、重量感もあるので、このずっしり感、この重量感っていうのも見た目からね、伝わると思うんですけど、そこも他のね、こう、ぬいぐるみとはやっぱ違う、木村さんしかできないような、もう、造形作品になってますよね。やっぱりあとは、まあ、この象のね、色だったりとか、ちょっとこう、くすんだ、ベージュでもない。まあ、ヴィンテージ感感でいい生地ですね。そうですよね。まあ、こう、象もね、長生きするんで、そういう感じの象じゃないですか。そういうコンセプトもありつつなんですかね。あれかもしれないですね。わからないです。でもやっぱこの鼻の立ち上がってる感じというか、この曲線そうですね。一回じゃないですもんね。曲がって戻って。そうですね。水遊びしてるのかわかんないですけど、そういうのも感じられますよね。で、まあその下にいるこの鼓動のシュンとした感じも。確かにちっちゃいのにしっかりこの大きい像と変わらない作りをしてるっていうのがすごいですね。再現できてる。お像っていうのは一目でわかるのもいいですよね。はい。今回のですね、個展、まあ新作発表っていうところで、まあ今までなかったこう動物のモチーフもあったんですけど、まあそもそもこの大きさ自体が、おそらく初じゃないですかね。まあそうですね。大きさもこの作品自体も初っていう。そうです。いや、でかいです。です。そうですね。もうやっぱりね、この大きさに対しての、まあ時間、そして手間、まあどれぐらいかかってるんだろうなと思いますし、やっぱりこう歯切れを使ってるので、それを縫い合わせていく、まあその労力ってすごそうですけどね。緻密な作業でしょうね。そうですよね。なのでもういわゆるこう木村さんのですね、時間がもうかかった、もうなんか集大成みたいな、もう作品じゃないですか。魂がこもってますね。そうですね。でまああとはまあこの際もね、かっこいいですし、あと象に関してはあれですね、木村さんのそもそものこう作品作りの原点っていうふうに言ってましたよね。一番最初にこう人形を作った時、何をモチーフにしたかって言ったら象だったらしいですね。らしいですよね。なんでそういういわゆるこう原点でもあるんじゃないですか。確かにそれもありそうですね。いいですよね。まああとはねこのサイとね象に関してはこの大きさ、そして迫力がですね、直接見た方が伝わると思いますので、ぜひね感じてもらいたいですね。まあこんな感じでですね、もう明日からの絹田正幸個展に関してはですね、新作、そしてアイコンの猫たち、作品がですね、ずらっと並びますので、皆さんご来店お待ちしてます。お待ちしてます。そしてですね、遠方の方はですね、まあもう実際に見てもらいたいんですけど、もしね、気になった方はですね、オンラインショップを見てもらって、気になるものがあれば、ここからも購入できますので、ぜひチェックしてみてください。あとはですね、今回個展を開催するにあたって、初の絹田さんの図録が制作されます。まあこちらですね、税込みで1500円ぐらいかなっていう感じです。なのでですね、まあ近くの方はもちろんなんですが、遠方の方はですね、もうぜひね、こう、絹田さんのこう作品に触れるっていう意味でもですね、もう図録をですね、ぜひゲットしてもらいたいなと思います。まあ僕も楽しみにしてます、図録は。そうですね、見てみたいですね。もう本当に、ぜひね、今回ね、この作品たち、チェックしてもらいたいですね。で、まあ図録に関してはですね、今回ご紹介したこの絹田さんたちの作品がですね、こうずらっと本になって見れるので、まあぜひね、まあ絹田さんの作品にね、触れるっていう意味でも、まあアートに触れるっていう意味でもですね、そちらでですね、ゲットしてもらいたいなと思います。まあ今回ですね、こちらご紹介した作品、そしてね、図録、明日からね、販売しますので、ぜひチェックしてもらいたいなと思います。ということで、今回の動画は以上となります。まあ明日からね、開催されます絹田正幸個展、楽しみですね。そうですね。8月9日から8月の18日の10日間。そうですね。もうぜひ皆様のご来店お待ちしてます。待ってます。じゃあ、待ってますね。またね。